こんにちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今週は、まずずっと靴下編んでたっていう話と、あと先週末染め物の教室に行ってきて、それで染めたものを紹介できればいいかなと思ってます。よかったら編み物や家事のお供に聞いていただけると嬉しいです。じゃあまずこの手前の靴下から紹介しようかな。これはモンディムっていう毛糸を使って編んだ靴下で、ちょっと待ってね。こういう感じの毛糸を使って編んでます。どこだっけ、ポルトガルの糸なんだったかな、確か。それでこの糸を青森の鈴まりさんっていうお店で買ってやっと編めました。片方片方やっと編めました。それでね、編み方のパターンは編み物予備校さんっていう YouTube やられてる方の動画参考にして編んでるんですけど、こんな感じで結構編み目も揃っててね、めちゃくちゃ満足してます、私的には。で、針のサイズなんですけど、編み物予備校さんのチャンネルでご紹介されてる靴下のパターン自体はJP2 号だったかな、確か2号なんですけど、なんかね、他の YouTube されてる方の動画見たら、このモンディムってこれより 100% なんですよ。で、ソックヤーンって普通なのか分かんないですけど、ポリアミドとか化学繊維が何%か入ってて、それでなんか靴下に穴が開かないための強度をつけてるらしいんですけど、モンディムにはね、化学繊維入ってないので、それがなくて、なんか結構穴が開きやすかったりするらしいんですけど、それを解決するための方法っていう動画が YouTube 上にあって、それを見た時に針の号数を下げて、なんて言ったらいいんだろう、まあみちみちに見てもらったらわかると思うんですけど、2号で編むとね、もうちょっと隙間があったと思うんですけど、1号で編むとこんな感じでみちみちになってて、で目数も何名増やしたかな、34名でやってたかな、確か。それくらいなのでちょっと多めなんですね。片側34名だから68名で進んでて、でそんな感じで編んでみたんですけど、履き心地も結構良くて、でちょっとね小さめっていうか足にフィットする感じにしたかったので、ジャストサイズくらいにしてみました。なのでね、あんまり歩いてる時に脱げたりとかはしないと思います。めちゃくちゃ気に入ってます。でね、今もう片方編み始めて、昨日編み始めました。こんな感じで可愛いです。これもね、いつできるかな、来週中にはできるかなと思います。まだ全然わからないですけど、こんな感じで靴下は今週はずっと編んでました。もうね、完成させたくて、もうかかと、それからここなんて言うんだっけ、ヒールフラップだったっけの部分は結構急いでっていうか時間かけずにパッパって編みました。そのおかげでね、結構最後のメリヤスからゴム編みまでにかけて結構早く進んだので、私的には今回ちょっとね、目数が多かったっていうのもあって時間はかかっちゃったんですけど、でも結構いい感じに進められたんじゃないかなって思います。最近までねサマーソックスばっかり編んでたので、足の甲側を編むの久しぶりだったので、やり方ちょっと忘れてて、そこはねちょっと時間かかっちゃったんですけど、でかかった時間的にはそんなに直
長時間ではなかったかなって思います。なのでね、もう片方ももしかしたらすぐできちゃうかもしれないって思ってます。多分ね、来週の動画でね、もしかしたらそのもう片方できたら一緒に公開できるかなって思ってるんですけど、まだそこは未定ということで。いやでもすごく可愛くて、ね、色合いがねちょっと暗く映ってるかもしれないんですけど、もうちょっと明るい色でめちゃくちゃ可愛いです。すごく気に入ってます。これをね履いて青森の編み会に行きたいなと思ってるので、それが今すっごく楽しみです。ただねちょっと青森市まで行くの遠いので始発で行かなきゃいけないんですけどでもねそれも楽しみにねできたらいいかなと思ってて、今時々ワクワクしてます。とりあえずねもう片方間に合いそうなので、編み会までにゆっくりマイペースに編めたらいいかなって思ってます。かわいいなんかね玉の状態で見た時全然分かんなかったんですけど、なんか編んでみると段染めみたいになってて、多分段染めなんでしょうけど、それもねこういう色になるんだっていうのが分かってすごい楽しかったです。すごいね可愛いんだよね。もうちょっとね色が明るく映ったらよかったんですけど、こんな感じの赤と青の毛糸です。めっちゃ可愛い。で余ったらね余ったでまたモンディム買って、それでまたつま先とかかとと履き口だけ別の色にしてとかでまた作れたらいいなと思ってるので、それも余った糸もすごい楽しみにしてます。ということで靴下を編みましたっていうお話でした。もう片方もね着々と進められるように頑張ろうと思いますじゃあ次に、先週末また染めの教室行ってきたんですけど、それで染めてきた毛糸を紹介しようと思います。こんな感じです。これね全然色が違うと思うんですけど、実はどっちも同じ植物で染めたものになります。ちょっとびっくりするかもしれないんですけど、焙煎方法の違いでね全然違う色になってしまうので、それがね今回知れてすごく楽しかったです。で今回何の植物で草木染めしたかっていうと、月味噌っていう植物で染めました。で始める前に染めにいる前に植物その月味噌をカットして、一口大じゃないけどそれくらいのねちっちゃいサイズにハサミでカットして、それで煮たんですけど、そのカットするのがねすごく大変で、私なんかすごい力がないから足手まといになってしまったかもしれないんですけど、そういう感じで植物をカットして煮て、それでその間にこの毛糸生地糸をしつけじゃなくてなんて言うんだっけ忘れちゃったけど、なんかお湯につけとくんですね。そうすることで染まりやすくなるっていうことで、そういう工程があって、その後にこっちがアルミ焙煎なんですけど、アルミ焙煎は先焙煎って言って、先に焙煎液につけておいて、それから染液に浸すんですけど、それをして、でそうだ、どっちもやったんだな。どっちも最初アルミにつけて、で染めて、でこっちはそれであとアルミだけだから、こっちはおしまいで、こっちは鉄焙煎って言ってまた別のやつなんですけど、アルミにつけた後にまた鉄の焙煎液につけて、でそれからまたその染液に戻して、で色を定着させると、こういう何とも言えない焦げ茶色というか、なんて言ったらいいんだろう。でも緑っぽいところもありつつ、でもねよく見ると黄色なのかなとも思いつつ、すごいなんか
はっきりとしないというかそんな感じでね、面白いんですよ。ただね、ちょっと渋いから私にはね、どうやって使ったらいいかまだ未知数なんですけど、もうこういう感じでね、面白い色に染まりました。でね、こっちアルミ媒線で染めた方がね、すごい可愛くて、私勝手にラーメンの色みたいって言ってて、ちょっと動画ではね、そんな風に見えないかもしれないんですけど、肉眼で見ると結構ラーメン色なんですよ。で、染液が結構茶色っぽい色してて、だから染液に浸してる時にすごい大鍋でラーメン作ってるみたいだなって勝手に思ってて、それがめちゃくちゃ面白かったです今回。そういうこともあってすごい一緒に参加された方とかもね、すごいお話できて楽しかったです。ただあまりにも私が病み上がりだったので、あんまりね作業に積極的に参加できなくて、それだけねちょっと申し訳なかったんですけど、でもすごい染色自体はね楽しくやらせてもらいました。あとそれからよいしょ、せっかくだから開けようかな。なんかね、前回私参加できてなくて、染めの教室に、その時に染めたものをいつも参加されてる方からあなたの分って言われて預かってて、それがこれなんですけど、もう玉巻きしてもらってて、色がちょっと綺麗に映らないけど、これは藍染めですね、いわゆる干し葉染めだったっけ、干した葉っぱで染めた藍染めになります。普通はね発酵させたりとかいろいろするんですけど、これは干した葉っぱを使って染めた藍染めになるそうです。めちゃくちゃ可愛い。これもね何に使おうか考えなきゃなって思ってます。楽しみ。そう、なんかね草木染めってやっぱりどうしても黄色、アルミ媒線でやると黄色が多くなっちゃうんですけど、こうやってね藍染めみたいに全然違う、青色って珍しいっていうか貴重らしいんですけど、草木染めの中では。だからねすごい貴重なものをいただいてしまったので、買ったんですけどちゃんと買いましたけどね、すごい貴重だからちゃんと粗末にしないように使いたいなとは思ってます。可愛いからね、ちゃんと大切に使おうかなって思ってます。だからね今週ね草木染めの毛糸がね3かせ分だから 150g 程度買ったっていうか体験、2つは体験したけど、こっちは買ったやつなんですけど、そうやってねまた新たに毛糸が増えてしまったので、ちゃんとね染める以外にもちゃんと編み物しなきゃなって思いつつ、でもねまだやりたいことがたくさんありすぎて、なかなかこっちまで手がかからない状態で、今ちょっとねどうしようあれもこれもってなってるんですけど、でも編み物もねちょっとずつ寒くなってきたし楽しめたらいいなって思ってます。あとはでもねこれ中細よりちょっと太いくらいなので、プリンセスアニーっていうどこだったっけ、パピーさんかな、パピーさんの毛糸で染めてるんですけど、ちょっとねいっぱい集めてウェア作ってもいいんですけど、何にしたらいいかな、今すごい悩んでて、すごいいろんな色があるからどうしようかなって迷ってます。もし何か別に一かせ分だけでもいいし全部使うならとかいろいろあると思うんですけど、もし何かいいアイデアがあったら教えていただきたいです。
私だけだとね全然考えがどうしても偏っちゃうから、いろんな方の意見聞いてみたいなって思いました。どうしようかな。せっかく藍染めだしな。来年まで取っておいて、来年考えてもいいんですけど、何がいいかなって今すごい悩んでます。あとなんかあるかな。なんかあるっていうわけではないけど、先週か先々週あたりに紬の教室に久しぶりに行ってきて、もしかしたら話したかもしれないんですけど、そこでね初めてハンドカーダーじゃなくてドラムカーダーっていうものを、道具なんですけど触って使わせていただいたんですけど、すごい楽しくて、それがね羊毛を溶かす、紙を溶かすみたいな感じで羊毛を溶かして紡ぎやすくするんですけど、それをねその時やって、紡ぐのも楽しいけど、やっぱり羊毛を溶かすのも楽しいなと思って、しかも自分で染めた羊毛だったので、楽しくてずっとやってましたね。 1,2 時間くらい。それがね何回も連続してやれるわけではないから、次やるのはいつになることやらって感じなんですけど、でもねそういう楽しみもできたから、楽しみっていうか新たな経験というか、いろいろ体験もさせていただいてすごく助かってます。めちゃくちゃ楽しくて、そうだからね、来週あたりまた紬の教室にも行きたいし、あとは染めももちろん行きたいし、編み会とかもあれば行きたいしって感じで、今すごい涼しくなってきたからっていうのもあるけど、編み物とかね染め物紬いろいろ楽しくやらせてもらってます。そんな感じで、来週はそうだな、とりあえず今編みかけの靴下が完成したらそれを紹介したいのと、あとはあとね購入したものがちょっとあるので、それが届いてたらそれも紹介したいなって思います。針と糸といろいろ買いました。なのでねそれも紹介できればなと思います。あとはもしかしたらね針が届けば新しいものキャストオンできるので、そうだね、それをちょろっと紹介できればいいかなと思いつつ今悩んでます。結構前、先月あたりに紹介したすっごい大きい枷の毛糸を使ってちょっと編みたいショールがあって、それをね始めてたらちょっと紹介したいなと思いつつ、まだ全然何も決まってないので、そこは来週になってみないとわからないんですけど、そんな感じでいろいろ秋冬にかけて楽しいことが増えてきたので、私もちょっとずつね、夏は元気じゃなかったんですけど、だんだん秋冬にかけて元気になってきたので、いっぱい編み物しつつ大学の勉強もしつつ頑張れたらいいかなって思ってます。じゃあ一旦今週のラジオはこの辺で終わろうと思います。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとはインスタグラムとツイッターもやってるので、よかったら覗いてみてください。あんまり最近忙しくて投稿できてないんですけど、もしよければご覧ください。あとはなんか気になることとか動画内で聞いてみたいこととかあればコメント欄とか、あとはツイッターインスタの DM とかでいただければ動画内でお答えできるかなと思うので、よければ有効活用していただければなと思います。そうだな、来週も多分
動画出せるとは思うんですけど、もしかしたらね調子悪くなっちゃってとかいろいろあるかもしれないんですけど、まあ気長に動画をお待ちいただけたらなって思います。ちょっとね最近体調崩し気味で、昨日もちょっと調子悪かったので撮るか悩んでたんですけど、まあちょっと短いかもしれないんですけど撮れてよかったです。じゃあ今週のラジオはこの辺で終わろうと思います。じゃあ来週の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。またね。